皆さんこんばんは、夏目さんちのゲンです。どこまで向いていいのかわからないタイプの玉ねぎで一世を風靡してないさやです。何にもなしてないじゃん。じゃあどこまで向いていいのかわからなかった、どこまでもなくなったじゃん。どこまでもなくなったということで今回ですね、こちらでございます。なんて書いてあるでしょうか。せーの、二足歩行ご飯。あれ怖い怖い怖いホラーゲームに出てくるやつ。そんなことより僕が気になるのはこの炎上リスク。それは感情まずいんちゃうって出てくるこれも結構気に入ってる。プリン荒れモード。荒れてるわ。荒れてる荒れモードのプリンね。そうそう、今回なんか久々に書いたから調子いいじゃないですか。楽しくなっちゃってさ、こいつ可愛いな。炎上リスク。炎上リスク好きだ。今後はちょっとこいつあれにしようね。弱き心首にしてこいつ。はい、ということで今回こちらです。5秒って何やねんって話なんですが、はい、今回やっていく企画はこちら。ててててれててれててて5秒で絵描けるのか省略しすぎなんだよ描けねえんだよ。違います。違うんだって、はい、今回やっていく企画はこちら。絵描きなら初めて見るキャラでも5秒見れば完璧に記憶して描ける説。そんなわけがない。弾けた。はい。はい。まあ余裕でしょ。だってミリシラお絵描き対決っていつもねやってるじゃない。これ今言ってるゲンさんの顔をさ、実写で撮ってみんなに見せなかった。今余裕でしょゲンさんの顔。今まで僕たちは数々のミリシラお絵描き対決というものをねやってきましたよ。そうだよ。失敗してるだけなんですやめろやめろやめろ。やっぱり限界あるよなって思ったの。そりゃそうです。とんでもないクリエイターさんがとんでもない時間をかけて魅力的なキャラを生み出してるのを、そんな名前からねとかさ、ちょっと情報ピラって聞いただけでさ再現できるかボケーっていうとか思いながらやっちゃうんだけど、そうやってはいるんですけど今回は逆です。見りゃ描けるよなそりゃなっていう。正解見ただろうお前っていう。でも5秒なっててなわけで、はい、案件でございます。日本語が繋がらないね、全然繋がらないこの夏目さんちの強引案件ですスタイル、はい、今回は崩壊スターレールの案件でございます。ありがとうございます。崩壊スターレールってもう皆さんご存知だとは思うんですけども、はい、もうホヨバースの最新作ですよ今、はい、原神だったりね、有名な作品をたくさん送り出してる。送り出してるね夏目さんちも以前ゲームチャンネルでねこちらの動画でもやらせていただいたんですけど、スペースファンタジー RPG 大好きじゃん、宇宙とか SF 大好きですけど、全世界で大ヒット1億ダウンロード超えというもうねとんでもないハイクオリティな RPG なんですけど、この度ねアップデートがありまして、新マップが実装されたり新キャラが入ったりという情報はあるんですけど、ワクワクたっぷりやん。今現在撮影中の夏目さんじゃその情報知りません。知らない。何がどう増えるのかも新キャラも知らない。もちろん、新キャラ5秒だけ見れます。やったということで早速、5秒を見て新キャラをしっかり描いていきたいと思いますさあということでもう早速書いていきたいんですが、今からですね各キャラクターの名前だけも今からもらうので、どっち書きたいかをドラフトしよう。いいですね。ドラフト制にしよう。2キャラ今回その新キャラというか、アップデートの方でね今後実装されるキャラクターの名前をいただいてます。1人目がヨミで2人目がアベンチュリン。アベンチュリン、なんかかわいいよね。かわいい名前。この2人を今から僕たちは5秒だけ見れるんですよ。どっちか1人だけ。それを見て書く。そして制限時間は1時間。しっかり1時間あるんでそこそこ思い出して書いてくれて。ちゃんとさ覚えないとさ1時間暇するなんかよくわかんないパスタしちゃおうみたいになっちゃうから、なるべく細かいとこまで覚えたいところだけど、5秒ってバーンっていう印象しか覚えられない可能性もあるじゃん。そうね。かわいいとかさ、うわかっこいい
俺たちは一体何の時間？全然ある全然ある。オリキャラ1時間書くだけの時間にだけはしたくないから、本当に集中してということで、どっちやりたいっていう話。どっち？情報や名前だけ。でもなんかさ、このアベンチュリンってなんかさ、ちょっと花の名前っぽくない？わかる。名前からいくと結構幼女キャラっぽい。ほらどっかの星のさ王女様とかありそうじゃない？なんかっていう可能性もあるし、ゴリゴリマッチョの可能性もあるんだけど、ヨミって名前ちょっと怪しいよ。お兄さん感あるな。そうでもさ、俺たちさ、入り知ら全然当たらないぜじゃん。だからこんな予想したところでさ、確かに無意味だよ。逆実績があるからさ。逆実績があるんだったら今さ、予想したこのさ、だからこっちがイケメンでこっちがなんかこう王女様とか言ってるけど、逆の可能性は全然ある。全然ある。逆どころかさ、どっちもかすりもしないっていう読みもあるし。全然読み。まあいいや、もう僕は訳あり幼女路線でアベンジャー。訳あり幼女路線。やっぱなんか研究施設人形抱え幼女路線。人形抱え幼女路線。なんだそれ。私は世界のこと分け知りイケメン、そう優しいお兄さん、それ系でいくわ。じゃあ行きましょうか。じゃあもうだって5秒しか見れないでしょ。はい、そうです。やば。スマホのこの画面にはもうそいつらが映ってると、ピピってなった瞬間バーンって閉じてる。はい、これあえてそうちょっと一回めくる瞬間もすごい1秒でもちゃんと正確に無駄にしたくない。いきます。はい、よーいスタート。めっちゃ可愛いけど。どんどん溶けてる。1位か。メモしよう。書くなずるい。どんどん抜けてってる。早く記憶が。スタート。やばい。待って覚えてる。覚えてる。マジ？まあ多分もう今画面にねさっきのキャラ5秒みんなを見てたと思うんだけど、一つだけ言っとくと、どっちかというとこっちが一番です。マジで？全然幼女じゃなかったマジで。なんかね、コソしてたよ。なんかね、椅子に座ってたんだよなっていうふわっとしたさや好きそうだったんだよな今見た感じ。本当？楽しみなんだけど、でも私さまださこの企画が完全に終わるまでさ見れないじゃん。だからゲンさんがさ絵にさかかってるんだよ。確かに。そうで、待ってなんかね、僕多分ね記憶ってかそこに注目しすぎちゃって全然他のパーツ覚えてないんだけど、一箇所絶対覚えてるパーツがあって、お胸のところがハートに穴開いてた。じゃあもう完璧にエティお兄さんじゃん。もうそう間違いなくエッチエッチお兄さん。ATI お兄さんじゃん。こんな感じだったよ。女の子だったの。しかもなんか髪の毛がね、なんか紫色だったってとこまで覚えてるけど、髪の毛の長さまで覚えてないの。なんかやっぱりなんか困惑すごいね。初めてこんなの。待って、足描きたいんだけど。なんかすごいスラッとした足だったの。スラッとした足を描いた方がさ健康にいいと思うし。カード持ってた気すんだよ。絶対ねポーカー系のカード持ってた。要するにギャンブラーお兄さんの説ある。ギャンブラーお兄さん。ジャイさん実はね暗記系得意なんだ。じゃあいけちゃうじゃん。いやでも僕だってそうよ、暗記系得意。今日はできないけど倫理の成績だけ良くてゴッド・オブ・倫理って言われたから。ゴッド・オブ・倫理いやなんかこんな感じじゃなかったっけ。すごいなんか背景でさ、なんか滅びた世界みたいなのが書いてあったんだよ。なんか滅びてるみたいな世界はもう。いやそんなことはないだろ別に。いやなんかね絶対片目隠れてた気がするんだよな。なるほど。こんなやらしい感じだったの。ゲンさん君のやらしさが出ちゃってるんじゃないの。でもゲンさんが描くそういうタイプの男の子さすごい好きだから嬉しい。これハートじゃなかった気がする。スペードだったのかな。開いてた記憶はあるんで絶対それはそう。手袋するよね。だってさこっちの星に行ったら触るもの全部みんな溶かすよとかだったら危ないかもしれないですよ。いや俺も前やったよ。でも iPad に化粧かけようとしたことあるから。こういうの絶望するね。びっくりするでしょ。俺ってそんなバカだったんだって。いやそうむずすぎないね。でもねこんな感じだったんだよ。信じてくれよ。そうだったよね。みんなもだってこれ見てくれてるみんなも5秒しか見れなかったんでしょ。そうだよ。実際今みんなも5秒しか見てないから。いや5秒しか見れてないやんの。何煽ってんの。だからみんなも逆にこのキャラ知らない人たちはそもそも僕たちが合ってるか間違ってるかも今なんか合ってるような気がする、なんか間違ってるような気がするぐらいでしか物事を今話せないから同罪。さっきからなんでみんな巻き込むんだろうね。巻き込むよね。だって一人ぼっちは嫌だもん。嫌だね。全然覚えてないから想像でパーツ書こう。始まりましたゲンちゃん記憶改ざん大会。実況はさやぴちゃんでお送りいたします。さあそして実況しているさやぴちゃんも同時に記憶改ざん大会が行われているものです。はい、おっぱいはこんなに大きくなかった気がしますし、髪の毛もこんな長くなかった気がします。まずいな。本当に覚えられないんだね。5秒だよ。いけるっしょって言ったやつ誰。5秒で何が分かんない。分かんねえ。
もうどうしたものか。大丈夫。だってほら記憶力いいゴッド・オブ・倫理、はいでしょ。いけるよ。いやいけない。もうだって定かじゃなさすぎるもんな記憶が。でもさ、うん、それを楽しむ企画なんじゃないの？そういうことだ。そうだよ、そういうことだよ。そういう企画だわ。やだもう。やだもう。だからこれはできないのが面白いみたいな。そうだよね。できなきゃいけん。むしろできちゃ困るんだよな。そうそう。そうだよ。できなくていいんだよ。申し訳ない。申し訳ない。本当申し訳ない。罵ってくれて構わない。俺をみんな5分延長させてくれね。はい、ということで制限時間1時間と15分です。はい、ちょっと出ました。だいぶ出ました。せーの、ドン。うわー、めっちゃかっこいい。絶対に合ってる箇所がある。どこ？絶対に合ってる。ここだけは合ってる。自信がある。めっちゃいい。さやさん、でもめっちゃいい。絶対に合ってる場所が、ブーツだけなんですよ。あ、そうなんだ。でもこんななんか分かりやすい傘とかはなんか合ってそうだけど。傘は合ってると思う。傘とブーツしか見えてなくて、って状態なの。全然合ってない気がする。なるほど。でも絵の雰囲気はこんな感じだったの。なんかちょっと荒廃した世界を傘持って歩いてる感じの絵だった気がするんだよね。なるほどね。で僕のはめっちゃ顔好き。でもこれ僕の絵だからこんなにきつい顔してなかったと思う。もっとなんか優しいけどちょっとつり目みたいな。多分そんな目だったと思うんだけど。怪しい感じではあるんだね。でもこれはこれですごいいいデザインな気がする。カジノなんだよね絶対この人。パッと見た時にここにめっちゃいっぱいあれがあった。ディーラーが配るそうチップがいっぱいこの辺積んであった気がするけど無視した。それは俺には見えなかった。見えなかった。でもこんな場所にこんなソファーには座ってた。ちょっと楽しみだな。でもちょっとこれでじゃあまあどっちが勝ちか負けかはもうそんなのはもういい。勝ちとか負けとかいる？もういい。俺たち頑張ったけど。そうだよ。じゃあ正解発表しよう。はい、いきますか。正解発表。僕からいきますよ。じゃあお願いします。はい。僕の書いたアベンチュリン。はい。正解こちらです。せーの。ドン。結構じゃない？見てこれ解像度ゴミなカーテン。ゴミカーテン。紐が足りなかったな。すごい好きだね確かに。めっちゃかっけえ。なんかさ待って確かにほらねほらここだけは正解。逆さハート。スペードかな確かにね。すごい。ジャケットの留めが逆です。本当だジャケットの留めが逆。でも見て。待ってここじゃ場所こっちだ。ボタン紐が。謎紐ついてるよちゃんと。ほら見てこれ絶対本当だ。絶対確かに。めちゃめちゃいいね。でも結構寄せてるよなんかこのさこうかっこいいしなやかなポーズみたいのがもう全然ダメだね。いやちょっと褒めてあげてもっと。このだるっとしたさ余裕がないねこいつには。かっこいい。でもなんか髪型惜しくない？いやすごいと思う。めっちゃてか雰囲気まんま出てるよ。見て腕のほら見て。すごい。同じ。そう手袋の形も一緒じゃないちゃんと。本当だ。いやグレイさんこれはまあ細部までこだわったデザインだね。そうだよ。かっこいいもん。なるほど。やっぱ5秒じゃ無理だよ。無理だよな。まあでもなんか言いたいことは伝わってくれって感じ。いや伝わってる。多分だって崩壊スタイルレールをこれからやる方もやってらっしゃる方もこれ見たらアベンチュリンだってなると思う。なるほどね。アベンチュリン書きたかったんやなってなると思う。じゃあさやさんのよみちゃんいきます。せーの。いやわかる言いたいことはわかる。わかる。シンプルがすぎる。確かにちょっとシンプルな気もするけどでもわかるよ。この辺ね。そう骨だったんだね。めちゃめちゃかっこいいんですけど。めっちゃかっこいいわ。全然なんかめっちゃ好きなんだけどめっちゃあれだね。ちゃんと目隠れてるしほら本当だ。刀の記憶が1ミリもなくなってて刀が消えちゃってるけどでもなんかさほらブーツが片っぽ長くて片っぽ短いんだよ。すごいでもで黒パンツ。で待ってよく見たらさこれ上のジャケットさ袖が振り袖みたいになってんだ。やっぱヨミだからさ和風ポイントいっぱいあったな。このヨミちゃんのコスプレをしたかった人みたいな。崩壊スターレールのイベントにヨミちゃんコスプレじゃなくてヨミ風ファッションで行きたかった人とアベンチュリンみたいな格好して行きたかった人。いやむずいよ。ごめん5秒無理だ。ってことはなんだけど見てもこれっちゅうことはミリ知らなんてできるわけだな。
俺たちって実はすごいことに挑戦したんじゃないか、毎回すごいことに挑戦してすごい毎回失敗してきてたってこと、はいでもなんかこれすごい勉強になるわね、人間の記憶って適当だな適当だねマジで。別に1時間見て書いたらもっと楽しくできるからみんなは別に5秒でやんなくてもいい、ちゃんとこの素晴らしいデザインを、しっかりじっくり観察して、皆さんはペロペロゲーム堪能してほしいので、今回アップデートされた新マップを食材の旅に出させていただこうと思います。この子たちにちょっと会えるかがちょっとまだ僕たちにはねまだプレイしてないから分かんないんですけど、とりあえず新マップを探索していければと、そう出会いたい食材で出会いたい、できれば出会いたい、出会わずとも新マップの良さを皆さんに伝えてから帰りたい、なので皆さんこの後もご覧ください。どうぞ。さあというわけでやってまいりました、崩壊スターレール新マップピノコニーやってまいりましたよ。崩壊スターレールっていうのはこの宇宙の中をね、ちょっと話してるからスマホいじらないの。よしじゃない何をしとんの請求列車っていうので、もう宇宙を旅していろんな星に行ったり RPG というかもう冒険をしていくゲームなんですけれども、いろんな文明がね、違う星とかに行く、そうなんです。そのうちの一つですね。のピノコにこちらが新しいマップとして実装されたので、今日は特別にですね新マップのピノコニーを探索できる状態を今プレイさせていただいているので、早速この新マップをただただ楽しみ歩く動画になります。お散歩というかもうアートを見る動画ですね。てかもうすごくないか。見てこれ。どうやらここはねホテルなんですよ。そうなんですよね。そうホテルレバリーってところで、これ全部上客室なんだそうですよ。すごい。いやめっちゃね崩壊スターレールマジ世界観が全部星でテーマが違うんだよ。ね、で今回が結構このねレトロな感じというか、レトロフューチャーみたいな感じの世界観でめちゃいいんですよね。ちょっとこれは探検しがいがありますよ。でまあこの辺をプラプラしててもしょうがないので、じゃあ行きますか。呼んだる仲間のなのかちゃんに呼ばれた。何ですか。なんでご招待いただいたって言われた来たんですけど、プラチナだってよ。プラチナ。我が輩。我が輩は我が輩はどうしたの。怪しく。もしやこれは。おいおい来たさこれよく見たら、目の中がこう色がさ3層に分かれてて、しかもちょっとこうさ目の中心ひし形っぽいんだよね。確かに。まあ分かんない、ひし形かどうか分かんないけど、ダイヤっぽい感じはちょっとデザインがより細かく見れて、俺が見れてたのほんと胸のハートだけだったんだなって。でも輝いてるからそこ現れたよ。アベンチュリン。後ろこうなってたんだね。ルーレットがあるね。俺たちのチェックインに問題があり迷惑をかけている。いや本当申し訳ない。ちょっと俺も入れてほしいんだ。カンパニーの戦略投資部所属。君たちの後ろで順番を待ってる宿泊客でもあるね。うわーいけすかんだ。でもね、なんかちょっと怪しいね。ちょっとごめんなさい、でも迷惑かけてるから。ごめんね。ほんとごめん。後ろですごいなんか腕組み後方支援おじさんもいる。ごめんって。すごいなんか言いくるめようとしてるけど。私たちのためにお願いだよ。後ろの人に怒られちゃうよ。新しい友達を作ることもできる。すごい、それはメリットになるのかこの人に対して。それは面白い。そうやな。そうだよな。僕に何をもたらしてくれるのかな。なんか夜寝る前に絵本読んであげる。よじゃあきゅうりの漬物とかあげるよ。うわお得。お嬢さん見ての通りだ。ここは僕の顔を立ててこちらの男性をチェックインさせてあげる。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。引き下がるね。ね。落ち着いてください。はいまたさらなるイケメンが出てきたぞ。お客様を夢に入らせるわけにはいきません。そう、この夢にね入るというのがキーワードらしいですよ。あらピノコニーで最もハンサムな男。ハンサムではある。宇宙に名を馳せる歌手ロビンじゃないか。かわいい。最もハンサムな男ですって。おげんさんだって千葉県で一番ハンサムな男だよね。そんなことはねえよ。やめろ。いろんなとこに火をばらまくの。
じゃあちょっと一旦探検しよう。ね、探検させて。探検しよイエーイ。これもうみんな旅行の方ね。う。ねなんかいいね。デうわーザインがめっちゃいいわ。かわいい。え。これ荷物預けるみたいなとこ？あ、そうじゃない。クロークみたいなうんうんうん。なんか近未来だけどレトロってなんか不思議な感じ。そうだね。ね。やっぱなんかさ、やっぱ旅行に来た時のさ、醍醐味ってさ、ホテル探検あるよね。まあね。ね。さあ行きましょう。お、俺の部屋はあそこ。部屋に行きましょう。広すぎる。やば。うわあ、何あれほんとよね。奥の。やったー、宝物。これアメニティだから。アメニティ一緒になんかクソでかいクロワッサンあんのかと思った。お、うわ、VIP 専用ラウンジ。おビップですわ。入るか。さあということで VIP 専用ラウンジですよ、こちらが。いや、なんか大人な空間ですよこ。れさ、一段下がったとこいいよな。で、これ朝だ。これなんかさ、デカランプってことだ。あ、そういうことか。イエーイ。さあ行くぜ。おあ、ここ俺の部屋？あれあれいるやん。俺の部屋やぞ。ね一緒に寝るえ、どうした？また会うなんてアベンチュリン。アベンチュリン。奇遇だね。なんで？またあったな、マイフレンド。ここ今は君の部屋かもしれないけど、半システム時間前は僕の部屋だったんだよ。なるほど。君に譲ってすごい、じゃあめっちゃいい部屋譲ってくれたんだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうな。マイフレンド。なんでもいいから出てってほしい。さっきまでマイフレンドとか言ってたじゃん。情緒がぐちゃぐちゃだろ。あー、去っていった去っていった怪しげなお兄さん。ああ、そうだ。出ていく前にゲームをしよう。なんだい。お互いをよく知るための簡単なゲーム。何やんの？何心理テストだ。心理チップが空中に投げられ。ね、絵にあったもんね。ゲームはもう始まっているからね。あ、上手。僕と取引をしいきなり。メガネが現れた。ね断れない。何なくなっちゃったあ、よ。マジックだ。マジカル。それはマジカルすぎない？余地もない。かっこいい。かっこいい。私の部屋で来た。何をしている？あなたの部屋でもあるんですか？ヨミの部屋でもあり、アベンチュリンの部屋でもあり、俺の部屋でもある。じゃあもう3人で寝よもう3人で仲良くしよう。う。うん。すごい、さっきのメンバーが揃ったぞ。ね嬉しい。ヨミだで、ヨミさん、あなたは何なんですか？他の言い訳も思いつー。く。優しい。勝手なことをしてしまったが。とりあえず適当なことでも言って助けなきゃってなってくれたの。どういうことと？にかく巡回レンジャー、ヨミ。お、お、出た。周りからはそう呼ばれている。かっこよ入。っていったけど、まあいいか。結構主人公ぽやんぽやんなの可愛い。うん。あれ？あれどうした？入ってなかった。ずいぶん早い。ずいぶん早いな。なんだよ。そのどうした？ロビーへの戻り方。かわいい。かわいい方向音痴なんですか、あなた？方向音痴なの？この辺りの廊下は本当によく似ていて。手つないで行こう一緒に。何度も俺何？ちょっとお礼が言えるいい子やん。ね。今日パスポートのガイドの通りにドリームプールを操作しよう。出たドリームプール。さあ行くぞ。うわ、夢に入る。ついに来たよ。出た。わー。お、来た。来た。あー冷たい。あ、こういう感じなのね。体のうわ、めっちゃ。あ、これでね、めっちゃあ、これあれだ、そう。だ。わ入眠のやつだね。ー。ね。呼吸に集中してあ、欲しい。いや、これ欲しい。これね、これで入りてー、夢。夢の地をあ、すごい。想像してあ、すごい。わ。何これ。大丈夫ですか？誰かが泣き叫んでいたよ。よくないよくない。よし。ここ来た。あ、夢に入りましたね入りました。手を見てほら。不気味な雰囲気だな。ふかふか浮いてるよ。ほんとだ。さっきあー入るか。すごいふわふわだね。無境に入る。お、ここが行きま無境。す。お邪魔します。無境内のホテルレバリーは今修繕工事中。あ、なるほどね。あ、そうなんだ。同じ場所があるんだね。ね。不便でも黄金の時に行けばきっとどう考えてもやばいな、その黄金の時。黄金の時っていう名前がもうちょっとそわっとするね。どこから行けばいいの？お、黄金の時にたどり着けますよ。いよいよじゃあ行けるわけですか。じゃあ行きますかあそこね行くか。じゃあミーシャ行ってくるよ。このドアの向こう側に本物のピノコニーがあるのあ、か。結構ワクワクしてる主人ね公。楽しみだな。これ行くよー。行きます。レッツピノコニー。お、お、来た。わうー。わすごー。ー。どうなるのこれ。
街じゃんもう。すごっ。じゃあすげえ。すごっ。こういう感じなんだ。ねおーバトル始まるってぐらい降りてる。すごー。怖い。怖い。大丈夫なんだね。全然。めっちゃおいこれはヤムチャさんじゃないか。大丈夫か。めちゃめちゃやめちゃくちゃにヤムチャだろ今。でも全然平気なんだ。なるほどね。夢だからよかった。こちらの客人は現実からなるほどね。なるほどね。わーすごーい。すごいね。いや来た。カタムツムリみたいな。見てすごい。バえットモービルみたいなのがある。めっちゃかっこいい。これ痛い。なんか実績取っちゃった。すごい。何この子。何これ。割れる。割れちゃった。ゴミゲットした。すごい。しかも見て、横断歩道も可愛いよね。ほら音符になってる。これは探検しがいがある。下も降りれ行ける。る。わー可愛い。なんか曲もなんか昔の映画っぽいね。ハリウッドっていう感じ。なんかそう昔のハリウッド感ない？すげえ。すごい。マテンロー。待って好き。でここに来るのさすごい大変だって言ってたもんね。なんか宿泊するのにね。選ばれし者しかここに泊まってないはずなんだよね。でも確かにな、こんな世界に行けるんだったら人生かけるな。絶対あいつよからぬよ。あいつよからぬよ絶対。最後あそこに行くやつかもしれない。俺の勘が告げてる。あいつはよからぬことをしている絶対に。まだわかんないですけど。まだ何もわからないよ。だって俺たちだって今来たばっかだから。観光客だから。エディオンパークってここか？見てー。テーマパークすぎるな。見て、しかも奥でさ炭酸ジュースかなんかがパーンって。待って、自動演奏すごい。自動演奏すぎる。しかもさステージがあれになってるよ。レコードになってる。ほんとだ。なんかいちいちいいな全部。すごい浮かれポンチな街だねやっぱり。言い方もうちょっとあるだろ。でもいいね。見てこの右側のお店のディスプレイ。ほんとだ。パン屋さんだよ。パン屋いいな。お腹空いてきた。中まで可愛い。うわ見て、これロビンじゃない？これロビンちゃん？ロビンだ。わすごいね。ミュシャっぽい感じ。確かにミュシャっぽいね。美しい。やっぱこういうポスターデザインいいよな。いいね。上の方がさちょっとさ汚れてるのがさ夢の世界だけどかすれてる感じがいいね。すごい。なんかこういう雰囲気の絵も描いてみたいよな。ね。この危ないよもう。だから気をつけてよ。そうだからちょっとこのゲームをプレイし終わった後にね、ちょっとイラスト改めて5分見るとかじゃなくてしっかり見て描いてみたいなという気持ちはありつつ。確かにいいね。待って下の階もあるんだ。待って下にもある。うわしかもブーブー走ってる。高速道路だ。高速すぎんか。すごくないか。見て横がフィルムみたいになってんだ。そういうことか。高速道路じゃないのか。映画のフィルムみたいな感じ。すげえ。やってきました。クロックボーイ広場。ここもクロックボーイ広場ね。ここがこれがクロックボーイということで、ここを存分に探検してくれと言われていろいろ見て回ったんですけど、ちょっとなんかもう世界観いいな。ピノコニーめっちゃ好きだわ。めっちゃ楽しい。ということで改めまして今回ちょっと夏目さんちが不損にも挑戦させていただいた5秒お絵描きならぬ、全然合ってなかったが、しかしゲームはこんなに素晴らしい崩壊スターレールでございます。もうこちらはね本当にもう PC、PS5、モバイル端末すべてね基本プレイ無料でできる、アカウント連携もできるのでね、どの端末からでも楽しむことができます。こちらもスペースファンタジー RPG なので、こういう世界観が好きな方、しかも無料でハイクオリティなゲームを遊びたい方にはもうぴったりなゲームになってますので、しかもね今回お見せできなかったんだけど、前回ちょっと夏目さんちのゲームの方で見たようにね、戦闘はターンシステムになってて、そうですね、ドタバタしないアクションとか苦手な人もねできるゲームになっております。で今回このピノコニーがねアップデされましたと。で皆さん今までやってた方もこれからやる方もぜひねここのピノコニー目指してやってみていただければと思います。そして今回ですね、崩壊スターレールがアップデートバージョン 2.1 になっておりますので、こんな内容がねこれから続々と起こっていくということで、皆さんこちらも楽しみにしていただければと思います。そしてねこちらのバージョンアップスケジュールにも入っておりますこのピックアップキャラ、ヨミとアベンチュリン、夏目さんちが書き損じたちょっとこの後書きたいだから、ちゃんと書きたい、ちょっとちゃんと書きたいはありますが、
ピックアップキャラのヨミとアベンチュリンもですね続々こちらガチャに登場しますので、はい、そちら楽しみにしてください。ピノコニーの住民の皆様、ごきげんよう。調和セレモニーにあたり各ゲストたちが到着しております。続きは CM の後で。君の色に染める。どう思う？まあいい、どうせ棒はやがて降る。何言ってるの？もっとはっきり言って。まとめてこい。その章、朝露と消ゆせぬ。ないだ渡り川で引導を渡す。主のために愛国を。言葉しで過去のデッセロ。失われた記憶を君の色に染める。見覚えのある女。私を見つけた。最後のあなたと最初の私。すべての過去は虚無に帰した。やがて涙が雨に消えるように。振り向くな。もう戻る道はない。君の色に染める。私を見つけて。いやそうね、思ったよりヨミちゃん優しいし、アベンチュリンは思ったよりこうドキドキさせるキャラだったね。ミステリアスイケメンだったね。でそしてですね、崩壊スターレールさまざまなゲームショーのね賞も取っておりますので、すごいですね。もうこれ Google プレイベストオブ 2023TGA 年度ベストモバイルゲームショー2023年度のアップストアアワーズを受賞と、すごいもうおめでたいことが続いている崩壊スターレールですが、もう皆さんぜひこの世界観、この世界観に限らず、ワールドごとにかなりねいろいろねさまざまな世界観を遊べるようなゲームにもなってますので、旅行気分もよし、ファンタジー RPG をやりたい人もよしというゲームになってます。皆さんぜひ概要欄の方からダウンロードしてみてください。というわけでね、せっかくだから一緒に写ってあげるよ。すごい、どいてくれ、写真を撮るんだってすごい怒られてるじゃん。しょうがないな。この子どんな顔してんの？フィルターオンにして加工しようとしてる。加工してるな。ちゃんと加工しようとしてる。夢の中でも加工しようとしてるわ。その夢のない話をするんだよ、夢の中で。リアルだ。みんなもピノコニーでいい夢見てください。はい、一緒に。はい、チーズパシャ。というわけで、さやさんアベンチュリンを書いていくのであった。なぜか逆になっております。ちょっと書きたかったんで、ゲイさんに交換せんって言ってさっきは記憶で書いたのはヨミとね、アベンチュリンそれぞれ逆転して今回は書いていこうかなと思います。いやね、で今回ちょっとお題で、ちょっとピノコニーの世界観のちょっとなんかこうポスターというかね、そう1920年代のハリウッドのね全盛の始まったアメリカみたいな感じのね、雰囲気でちょっと書いてくださいというお題をいただいているので、ちょっとねそのテーマも考えつつ、あとやっぱねちょっと
秘密の多い男っぽいじゃないですか。いや確かに。そうだからもう見るからにね。でなんかシーってしてるね。そう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 。ちょっとねこれ見ていただいたら分かるんですけどね、ちょっとテーマはね、アベンチュリーの秘密をねちょっと感じ的に入れてみましたので。確かにな、ミステリアスな男だったもんな。いやもう本当に楽しかった。めっちゃこの襟に入ってるね、青の鮮明さがねいいなと思って、そうなんか塗ってみると改めてねいいデザインやなと思える。大体だからねやっぱあれですよ、僕はね、記憶で書いてたのでだいぶ省略してたところがありますが、そして全体をベタベタと塗って、今回こっちはアクリル使いましたね。さあということで僕の方はですね、もうドドンとこれ PV のですね、読みの PV がかっこよすぎて、いやあれマジかっこよかったね。かっこよすぎてちょっとそこにかなり影響を受けて、モノクロベースで描いていこうかなということで、正面で描くんですが、色は赤色以外は入れないようにしようという感じで、モノクロ以外は赤色っていう感じでやってます。お、入った入った、かっこいい。で僕もお題がですね、その1920年代のこのレトロ風っていうのをやったので、さやとは違う解釈でちょっとやるんで、この後ちょっとずるいことしますずるいことでではないんだけど、絵と関係ないことをねしますよ。それもまたレトロの一つだよね。かなりこうベタを強めに入れて、ミステリアスさを強調。なんかすごいすごい背景ついて、花も回せてかっこいい。なんかドンこんな感じなんですけど、ここからこちらです。すごい。これはですね、モノクロ映画をの間に挟まるね、インナータイトルみたいな感じのイメージでちょっと作りました。いいですね。しかもちゃんと崩壊スターレール語、崩壊スターレールフォントね。さやさんは手書きです。そして全体こんな感じです。はい、いい感じのなんかちょっとレトロポスター風になりましたね。はい、ちょっと秘密を覗く感じでやってみましたよ。これちなみに文字ってさやの方なんて書いてあるの？いや、それは皆さん独自で解読していただいて、その崩壊スターレールって書いてあったりなかったりするんですけど。そうなんだ。はい。ということで皆さんぜひ概要欄からですね、崩壊スターレールチェックしてみてください。はい、あと崩壊スターレール5もチェックしてみてください。結構あれね、解読むずいよ。いや、ちょっと面白かった。書いてみてすごく